こんにちは、加藤です。今日はですね、適当な角度でっていうふうにお話ししてたんですけれども、今日はその奥行きを感じさせる角度っていうのは、一体どういう角度なのかについてお話ししていこうと思います。奥行きを感じさせる角度って、例えばこう立方体があって、この台があってですね、この台を描く時の台の影を描く時のこの、描く時のタッチの角度ですね、これについてのお話です。で、この適当にちょうどいい角度っていう意味なんですけれども、その面の向きに沿った角度っていうのをどうやって決めてるかっていうことなんですけれども、これは、一言で言うと目で見て判断しています。目で見てっていうのは、例えばこのテーブルだとして、こういう角度のタッチだとちょっと角度が立ちすぎてるな、この角度だとちょっと寝すぎている、寝るって水平に近すぎているなとか、そんな風に引いた角度を見て合ってるかどうかを判断してるんですね。で、その合ってるかどうかを判断するためのいい訓練法があるので、今日はそれをお伝えしたいと思います。ですね、一言で言うと、見ないで書く、そういう練習です。何を見ないで書くのかっていうと、空想で想像でこういう立方体を書いてみるっていう練習方法なんですけれども、これを皆さんにおすすめします。ちょっとやってみましょう。クロッキー帳、こんなやつですね。クロッキー帳をおすすめしています。例えば、これは丸マンの SS っていうサイズのクロッキー帳なんですけれども、これ100枚100シートで450円くらいかな。非常にコストパフォーマンスも高いので、こういった基礎練習には便利なのでおすすめしています。で、例えばですね、こんな風に1ページに1個立方体を書いてみます。で、書く時の、条件というかルール、やり方なんですけれども、こんな風にやってみてはいかがでしょうか。例えば、どうしようかな、2点通しを想定した角の立方体の一辺ですね、高さ、この長さだけ決めます。次に右と左に適当な角度だけ決めます。で、条件はこれですね。これを最初に大きさはこのくらいで、紙に対してこのくらいで書いてみて、これを元に立方体を書く練習をしてみます。ちょっとやってみますね。例えば右のこの角度決まっているので、これに合わせてこんなかな。で、ですね、例えばこんな感じで書いてみるんですね。で、書いてみた立方体がなんか立方体にしては形が変だなって気づいたら直していきます。例えば今回のこの例で言いますと、これ水平線に対して右の角度と左の角度比べた時に、この角度ですね、2つを比べた時にこっち側の右側の角度の方が立ち上がっていて、左側の角度の方が水平に近いんですね。なので、右の面の方が多分少ししか見えていない、左の面の方がいっぱい見えている。で、この比率はどのくらいかっていうのを目で見て判断していく、そういう練習になります。で、例えばこんな風に形取ってみたら、見えない裏側も少し想定して線を引いてみると、あれ、後ろの正方形がちょっと横長な感じがするなということは、この角の位置がちょっと違うぞと、もうちょっと内側に、例えばこっち側に入るかなとかですね、書きながら修正していきます。で、ちゃんとした立方体に見えるようになるまでこうやって何回か修正しながら書いていくんですけれども、どうでしょう、1枚あたりというか1つの立方体あたり10分程度で
形が捉えられるようになってくると、理想かなと思うんですけれども、こんな風に修正しながらですね、立方体を描いていってみます。でその際に結構ね、際っていうのは角の形ですね。どこが角なのか、線何本も引いていくとだんだん分からなくなってくるので、これはね、丁寧に余計な途中で引いた補助線みたいなのは消しながら、この角の位置がねちゃんと分かるようにして書き進めていった方がいいです。こんな風にですね、余計な線を消して綺麗な線、清書というかいい線だけ残して、例えばこんな感じで最後ね、この後ろの見えない補助線はなるべく消して、中の詰まった立方体として仕上げてみましょう。例えばこんな感じ、どうでしょうか。でこれがうまくいってるかどうかっていうのはたまに向きを変えてみたりすると形の繰り気づきやすいです。こうやってみると、もうちょっとパースついてていいな、後ろ奥の方がですね狭くなってていいかな、この角度は決まっているんですけど、この角度に合わせるともうちょっと後ろ奥の方が狭くなっていいかな。でどうでしょう、この長さというか高さもうちょっと削ってもいいかな。こんな風に角度というか向きを変えながら、違う向きでこんな風に見たりしながら、どうでしょう、こうやって見てみたらどうでしょう。ちょっと奥行きありすぎますね。もうちょっと削った方がいいですね。これだとちょっと削りすぎかな。このくらい削ってみます。でこっちもうちょっと足してみようかな。で向きを変えて確かめてみます。この角度もうちょっとパースついても良さそうですね。こんな感じ。どうかな。でこれを目で見て、怪しいところ、おかしい感じがするところに気づけるように練習していくんですね。こんな感じかな。どうかな。こうやって見ると結構立方体きれいにできてるような感じに見えるんですけど、だいたいきれいにできてるような感じに見えるんですけど、この向きで見るとちょっと怪しいかな。ちょっと違う角度で違う向きで確かめてみます。この角度はそんな悪くない感じがします。この角度だとちょっと怪しい。もうちょっとこっちが狭まると良さそうですね。どうでしょう。さっきに比べて右のこの角度を少しパースを強くしてみました。こんな感じかな。はい、とりあえずねこんな感じにしておきます。はい、どうでしょうか。こんな風にして、
紙に1個まずこの角の部分、一番自分に近いところの高さ長さだけを決めて、次に角度を任意で決めます。もう一回ちょっとやってみますね。この長さを決めたら、次に右と左の角度を任意で決めます。でこの時に気をつけてほしいのは、水平よりも上ですね。水平よりも上になるように2つの角度を適当に決めます。でこの際、ここからここの間が90度、例えば90度にもしなるとしたら、この90度っていうのは真上から見た時だけなので、90度よりも開くように、90度以上ですね、ちょっと意識してみて適当な角度を決めてみるのをお勧めします。そんな風にして、いくつもいくつもですね、これ100ページあるって言いましたけれども、100枚書いてみてください。そうすると形を覚えるんですね。長さと角度が決まった時に、例えばこの角度をどんな風にしたらいいのか、そしてこの長さをどのくらいにしたらいいのかっていうのが目で見て判断できるようになってきます。でこの目で見て判断できるように、立方体が空想でというか想像で、だいたいこれ立方体になってるぞっていうのを結構な精度で判断できるようになるっていう目を鍛えるのがこの練習の目的なんですけど、これができるようになると、台に入れるもしくは面の向きに沿ったタッチの角度っていうのはおのずと分かってきます。ここはねちょっと、次の動画で説明できるかな。次に回したいんですけれども、まずは立方体が空想でっていうか見ないで描ける、そういう、能力を身につけるっていうのが、その後の作業、この面の向きっていうのがわからないっていう方にはすごく役立つので、騙されたと思って試してみてください。今日は、タッチの向き、台の、奥行き感を出すのにどんな角度でタッチを入れたらいいのかわからないという方は、立方体を見ないで描く練習をしてみましょうという提案でした。今日の動画は以上で終わります。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。